ジャパン優勝したし、レイブも優勝して、アメリカでも優勝して、もうゲフ天下取ったぞー。解散。俺横井に電話解散したからもうちどうや声かけといたってそれはそれでってなってもう先言ってよって言いたくなったけどもうこの状態。ダンスを始めたきっかけは中学校3年生の時に同級生の子がランニングマンを教えてくれたのが一番最初です。それは天理で大阪の同級生なんですけど、中学は大阪なんですか？もともと僕大阪住まいで、中学校まで大阪にいて高校大学で天理高校天理大学に進学して、そうなんや、はい、中学校の同級生の子に、高校になってからダンスを教えてもらったんですよね。僕天理におるし、その子大阪やけど僕が月1回帰った時に1個ステップを教えてもらうみたいな。その子はズーとかダンス甲子園とか見てダンスもすでに始めてて、学校で踊ってたんや。踊ってなかったんですよ。だから知らなかったんですよ。高校に入って遊んだ時に、ちょっとダンスやってんねみたいな、服装もそんな感じになっていくから、かっこいいなと思ってちょっと教えてって。その子今でも踊ってて、大阪のスタジオレイジーっていうスタジオを構えてて、で今でもちょくちょく遊びに来てくれたりとか、遊びに行ったりとかして。チームを組んだことはない？あります。それがノースマリンドライブっていうチームなんですよ。なるほど、はい、最初に教えてもらった人と組んだチームがノースマリンドライブなんです。そこに実は京吾も京吾もノースマリンドライブや。もともとはノースマリンドライブにおって、ほんで僕がそこに入ってっていう感じなんです。その同級生がすでに京吾と知り合ってて。京吾も同い年？京吾は2個下になります。そうやんな。はい、その時まだデフやったんで、その練習終わってからそこに合流してまた練習して、そこでその京吾とも知り合って、ダンスのきっかけをくれたのもそのまっちゃんっていう子なんですけど、ダンス教えてもらったのもまっちゃんやったし、京吾に出会わせてもらったのもまっちゃんやったんです。だからめちゃくちゃ今でも感謝してて。でもそのまっちゃんを知る前にもちろんダンス甲子園とか、その辺は見てたんやろ？僕は見てなかった。見てないんや。じゃあもうまっちゃんがおらんかったらダンス始めてないねん。ほんまにそうですね。ズーも知らんかったし、ダンス甲子園ももちろん知らんかったけど、ダンスデライトも知らなかったです。いやそりゃそうやろ。でそれも全部教えてくれたまっちゃんやった。すごいまっちゃん、ありがとう。ありがとうございます。あなたのおかげです。今日こうやってねインタビューしてるのも。はい、そうですね。大学4回生の時に初めてダンスのレッスンってあるんや。それまではもうその仲間内だけで踊ってたんや。ほんまにビデオを見て、その情報だけでやってて、でなんかすごいかっこいい人たちがいっぱいいる中で、イグジストっていうチームの横井君はもう魅了されて、それはビデオで見た。ダンスデライトのグランドチャンピオンシップですかね。はい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 。ちょっとクリスマスの曲から始まるイグジストの次ので、それ見てこの人かっこいいってなって、そっから映像の中だけやけど横井君を追っかけるようになっていったんです。ほう、なるほど。はい、でもその頃はもちろん会ったことないし、その頃一緒にダンスやったミッキーっていうことを一緒に、ミッキー小池、はい、ミッキー小池、はい、まあその子も僕の中でダンスのターニングポイントを作ってくれた子。あいつ天理大学の体育学部。そうなんですよね。後輩やからね。そうです。僕がだから同級生で一緒に行くってなって、でも大阪の千林大宮のエッセっていうスタジオまで行ってレッスンを1年ちょっと受けさせてもらいました。エッセに行ったんや。横井のレッスン。そうです。エッセに横井を紹介したん俺。じゃあもう原田さんのおかげです。あそこで一緒に受けてたレッスンの生徒さんの中で、一平ちゃん、ギダップの一平ちゃんとかは一緒に受けてました。あそこでちゃんと輩出されてますよね、有名ダンサーが。まあ当時ってもうあまりダンスレッスンあんまなかったからな。そうですね。だからうちがやってる大阪ダンススタジオとエッセと、まああと 1,2 件ぐらいかな。そうですね。最初に横井のレッスン受けに行って、生横井を見てどうやった？えぐかったっすよ。もう僕もう多分あんなに目キラキラさしたことないんちゃうかっていうぐらい、もうみたいな感じでしたね。そうなんや。横井の方が年上。同い年です。同い年。同い年のやつにそんなに憧れて目キラキラさしたんや。ダンスデライトっていう存在はね、そのさっきも言ったように大学時代に知ったんで、ジャパンダンスデライトボリューム2があるぞっていう情報を聞いて、名前見たらイグジスト出るって書いてたから、
見に行ったんですよ、ベイサイドジェニーっていうね、大阪港の2階のところで僕見てて、控え室が2階やったじゃないですか、出演者が。で僕もこうやって見てたら、もう後ろにねすごい人がいっぱい通ってるのをそわそわしながらこう見てて、で後ろ横井君通るわけですよ。でも「はあ」とかってなりながらもうその頃もちろん知らないですから、だから名前横井君はそれが初めてかもしれないです。なるほど。イグジスト見て感動して、かっこよかったっつって、エリートフォースのショーを見ずに帰るっていう。マジでそっち飛ばした。いや、そっち知らなかったですもん。エリートフォースがすごいって知らんかったんや。アライブ TV とかそんなんも全然見てなかった。全然知らなかったですよ。全然エリートフォース誰それみたいな。もう横井君がトリから2番目やったんですよね。だからもうそれ見て満足と思って帰ったっていう。10年後に後悔するっていう。なんで見てへんの。おもろいな。いや、めちゃくちゃおもろかったですね。もう後から考えたらアホちゃうって思うけど、でもあの時の自分の感覚は今でも鮮明に覚えてるから、あの時はあの時が一番最高やったんですよね。もう速攻でその時のイグジストの衣装が赤の T シャツと黒のパンツやったんで、もう次の日に買いに行って赤のでかい T シャツとティンバーの黒いデニムを買って、俺は横井くんやみたいな、ほんまにザ青春ですよね。それがもう後にね、エレクトリックトラブルとデフとかエレクトリックトラブルとデュオームみたいに同じ並びになるっていう感じやな。そうですね。いやー、もう横井大先生やな。大先生なんですよ。この前初めて横井君とショーさせてもらって、あ、そうなの。俺はもう感動でしかなかった。男8人で踊ったんですけど、横井君から電話あって「いや、ショーせえへんかな」って言われた瞬間、もう鳥肌ゾワーッと。でもその年になってやっぱりそういうふうに。いや、もうだって僕今46でしょ、その時まだ21やったんで、25年越し25年越しに大先生からお誘いを受けるっていう。俺行きたいっていう。俺ここまで来たんやって思いました。それまでは一回も思ったことないです。そんな風に肩並べてるとか、例えばそのスタイルジャンクションで楽屋一緒とかっていうのでなんか嬉しいとかはあったけど、ここまで来たんやって思ったのは初めてでしたね。やっと自分がダンスやってきて、自分が自慢できるものができたなっていう。周りから見たらもう全然そんな風には映ってないから、同年代でしのぎを削ってきたっていうイメージやな。エレクトリックトラブルとデュオームっていうから、まあレッキンとデュオームクルーみたいな、そういう構図もあるわけやし、でもモッチンからしたらもう超憧れの人やったし、この話聞けただけで今日来てよかった。あ、ほんまですか。ありがとうございます。横井君っていう人がおらんかったら、僕のダンス人生は本当にここまでは来てなかったと思います。なるほど。加藤の魅力は？加藤っちにしても京吾にしてもなんですけど、2人ともすごい変化を遂げてるんですよね。加藤っちの場合はニュースタイルっていうか、ニューウェーブっていうものを常にこう取り入れながら、時代の最先端を走るっていうことをやっぱり一番に考えてやってたし、自分たちがトップを取るためにはっていうのを常にね考えてたので、僕はさっきも言ってたみたいについていくタイプなので、なんかそれを一生懸命走って追いかけていくみたいなスタンスやったんですよね。そういうふうに思ってやってるからこそ厳しくもあったし、でも遊びもすごいふんだんにあって、こう遊び上手やし、一生懸命やるときは 150% ぐらいで突っ走るみたいな部分がすごく魅力的なとこやったんですよね。でそこからやっぱり25年経ってどんどん変わっていったんですよね。今度はなんかだんだんこう優しさっていうか、人に対する思いやりっていうことをすごい考える人になってきてるっていうか、すごい先のことも考えてるけど人のことも考えるのって、この人どんどん無敵になってるなみたいな感じが今の加藤っちに対する印象。なるほど。京吾京吾は言ったら僕より下の立場やったんですよね。僕が教えてるぐらいの感じやったし、でそれが、ディオームに入ってくるようになって、僕がディオームに1回入ってる時、まだ加藤っち僕先っちやって、で京吾は別でやってて、さっきも言った天理教で一旦ダンスやめるってなって抜けた時に京吾入ってきたんですよね。でその後僕が戻ってきてまた4人になって、でその後先っちが辞めたんですよ。そういうことがいろいろある中で、やっぱりどっちがやっぱり一番先頭を突っ走る、で僕も京吾も全力で走って追いかけていくっていうようなスタンスやったのが、ある日突然「
俺ニューヨーク行くっすって言って単身ニューヨークに乗り組んで、帰ってきてからやっぱ得たものがすごく大きくて、ディオームの中での発言権を得た、振り作りとか作品作りに対しての京吾の主張っていうのがどんどんこう、もともとはカトッチが 100% やったのが、だんだんちょっとこう増えてきて、で今は京吾メインなんですよ。ああそうなんや。もう京吾が 90% とか 80% ぐらいの感じで今のディオームの作品出てきてて。ディオームってどういうクルーなの？もう家族です、僕は。あの2人がどう思ってるんかは分からへんけど、家族って僕は今は思ってて、ディオームができた当初はやっぱりもちろんダンスチームっていう感覚の方が強かったんですけど、僕一回ちょっとがんの疑いがあったりとか、そうなんや。僕の家、天理教なんですけど、僕後継ぎだったんですよね。ちょっと家と揉めて、今はもう辞めることになって、家から出てる状態なんですけど、なんかそういうのがあった時とか、メンバーの先っちが抜けた時とか、ああいう時にこうみんなやっぱり何かしら涙流してるんですよね。そういう時に支えてくれたのってもう僕はもうメンバーでしかなかったし、で逆にこう倒れそうになってるのをね支えたいっていう気持ちもあったから、なんかそういうのを繰り返していくうちにそれがこう家族なんかなってこう思うようになって、ジャパンのそのこういう20の練習の時に、あの作品ってじゃあ自分の中でこう印象的なバトル、YouTube にで見れるもので自分の中で高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。